こんにちは、パワミです。本日はパワーアップスで作れるビジネスアプリとは何かとアプリの設計の方法の前半を解説します。本日の流れです。はじめにパワーアップスで作れるビジネスアプリについて説明します。次に前回話したアプリを作る5ステップを簡単に振り返り、今回作るアプリについて紹介します。最後にパワーアップスでアプリを作るときのアプリの設計方法の前半を解説します。そもそもアプリの設計なんて必要なのかと思う人もいるかもしれませんが、最初にアプリの設計をすることでアプリ作りが効率的にできますし、上司や同僚への情報共有、アプリのメンテナンスが円滑にできるようになります。初めてアプリを作る人でもできる簡単なアプリ設計方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate と Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめに Power Apps で作れるビジネスアプリについて説明します。ビジネスアプリはデータベースと CRUD と言われるデータベースを操作する機能がメインのアプリになります。CRUD とは Create、Read、Update、Delete の頭文字を取ったもので、データベースを操作する機能です。すなわちデータベースにデータを登録する、データを読み込んで表示する、データを更新する、データを削除する4つの機能のことです。例えばタスク管理アプリならば、タスクを新しく追加し、登録したタスクを一覧で表示し、タスク名や日付を更新し、不要になったタスクを削除するなどをします。ほとんどのビジネスアプリはこのデータベースとクラウド機能が中心なので、別のアプリでも登録するデータベースの中身が異なるだけで、どれも同じようなアプリになります。そのため何か一つビジネスアプリを作れれば、データベースの知識やクラウドを実装する知識が身につくため、他のアプリ作りにも応用できます。次に前回話したパワーアップスでアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト修正、発行共有の順に進みます。最後のテスト修正や発行共有の後にアプリの不具合、バグなどが見つかった場合は、またアプリ開発のステップに戻ることがあります。今回の動画では一番最初のアプリの設計部分を説明します。少し長くなってしまうため、前半と後半に分けて、今回はデータベース設計以外の部分を説明します。アプリの設計と聞くとなんだか難しく思うかもしれませんが、初めてアプリを作る人でも難しくない簡単な設計をしていきます。今回作るアプリですが、家事管理アプリを題材にしようと思います。家事管理アプリってビジネスアプリと違うじゃないかと思うかもしれませんが、家事管理アプリも買い物や献立を管理するタスク管理なので、一種のビジネスアプリになります。この家事管理アプリを作る中で必要なクラウド機能の実装方法等も分かりやすく説明していくので、このアプリが作れれば他のビジネスアプリも作れるようになると思います。では実際に作成するアプリのイメージを画面で説明します。これが今回作るアプリのイメージになります。ちなみにこれはパワミが Python というプログラム言語でDjango というフレームワークを使って作ったアプリです。このアプリを動かしている AWS、Amazon Web サービスの無料お試し期間がそろそろ切れてしまうので、今回パワーアップスで作り直すことにしました。まず買い物リストでは、買い物のリストが日付で登録できます。この買い物リストを見ながら買い物をして、買い物を済んだらチェックをクリックすることで、チェックをした買い物リストが斜線で表示されます。次にレシピ一覧ではレシピが登録できます。登録ボタンを押すとレシピ名、URL、カテゴリー、材料名などで登録できます。例えばカレーを登録してみます。
登録したレシピは一覧で表示され、レシピ名や材料名で検索できます。例えばカレーで検索してみて、出てきたカレーのレシピを献立に登録してみようと思います。献立登録ボタンで日付を指定して登録することができます。登録したら献立一覧の画面に遷移します。献立一覧ではレシピカーの登録のほか、献立名、カテゴリーで直接登録もできます。レシピから登録した献立の URL やファイルはこの画面から開くことができます。その他、店名管理、カテゴリー、材料管理画面がありますが、これは通常のクラッド機能だけ実装しているものです。こんな感じのアプリを今回作っていこうと思います。ではいよいよアプリの設計方法を説明していきます。まず最初にシステム化の範囲を決めておくと良いです。現在の業務フローの中でどの範囲をどのようにシステム化するのか明確にします。これが家事管理アプリを作る前のパワミのフローになります。まずはじめに今週の献立を考えます。この時レシピ本などを見て今週は何を作るかだいたい1週間分の献立を決めておきます。そして買い物アプリに買い物リストを登録します。買い物アプリは既存のアプリがいろいろあるのでそれを使っていました。買い物リストを作ったら買い物に行き、買い物アプリに登録したリストを見ながら買い物をします。夕食では買ってきた食材を使ってレシピ本を見ながら料理を作ります。これが全体のフローです。ここに示した買い物アプリというのは既存のスマホアプリとして存在するものです。そのため買い物アプリだけでなく、この業務フロー全体をパワーアップスのアプリでもう少し効率化していきたいと思います。改善後のフローはステップ1とステップ2に分けました。まずはステップ1です。最初に今週の献立を考えるとき、今まではレシピ本を見ていましたが、アプリでレシピを管理していきたいと思います。アプリにはレシピ管理機能を入れて、レシピや材料を登録し、レシピ名や材料名で検索できるようにします。冷蔵庫にある材料からレシピを検索できるようにするためです。検索して出てきたレシピから1週間の献立を決め、献立を登録できるようにします。そのため献立管理機能も必要になります。献立に登録されたレシピから登録したクックパッドなどのレシピサイトを確認し、材料を見て買い物リストに登録します。買い物管理機能も必要ということですね。買い物リストをアプリでチェックしながら買い物をします。そして料理は献立に登録されたレシピのサイトをアプリで見ながら料理をします。どうでしょうか？今までは買い物管理だけアプリを使っていましたが、レシピ管理、献立管理の機能もつけることで家事の効率化をすることができます。また、既存の買い物アプリはほとんどスマホアプリでしかありませんでしたが、私は基本的に PC を使いたいので、PC、スマホ両方で使えるいわゆるリスポンシブデザインにしていきたいと思います。リスポンシブデザインとは PC、タブレット、スマホ等画面サイズに応じて見せ方を変えるデザインのことです。リスポンシブデザインの対応についてはアプリ開発の中で解説していきます。次にステップ2です。ステップ1では今説明したようにパワーアップスアプリで1から4の献立を考え、買い物をして料理をする業務フローを改善します。ステップ2ではさらにパワーオートメイトやパワー BI も使ってみたいと思います。パワーオートメイトを使って献立や買い物リストをメールや Teams に通知してみます。また、パワー BI で買い物リストや献立をレポート化してみて何か分析に使えないか見てみようと思います。パワー BI のレポートの内容についてはまだ漠然と考えているだけですが、こういうこともできるという紹介ができればと思います。システム化の範囲を決めたら、次にアプリの機能や画面設計をしていきます。
今回は簡単に画面一覧と機能一覧を一緒に書いてみました。ピンクの大項目が画面名で、その中の小項目が機能の一覧になります。家事管理アプリは6つの画面がありますので2ページに分けました。まず買い物管理では、買い物の日付リストのクラッド機能、買い物リストに店名を設定できる、買い物の完了未完了を切り替えができる、完了した買い物リストは登録日を過ぎると自動で非表示になる、完了していない買い物は登録日を過ぎると自動で日付が今日に繰り越されるという機能をつけていきたいと思います。次に店名管理では、店名のクラッド機能をつけたいと思います。続いてレシピ管理では、レシピのファイル URL 等のクラッド機能、レシピのカテゴリー材料のクラッド機能、レシピをレシピ名カテゴリー材料で検索できる機能をつけていきます。次に献立管理では、レシピ検索から献立へ登録できる、献立のカテゴリーごとのクラッド機能、献立から登録したファイル URL を開ける機能をつけていきます。カテゴリー管理ではカテゴリーのクラッド機能、材料管理では材料のクラッド機能をつけていきます。また今回は各機能が個別の画面であり、画面同士があまり連携していないので作っていませんが、画面遷移がある場合はこのような画面遷移図を作ることもあります。例えば前回デモしたアプリはこのような一覧画面、登録編集画面、詳細画面がありました。一覧画面からプラスボタンで登録画面が表示され、チェックボタンで登録すると一覧画面に戻ります。一覧画面で個別の登録データをクリックすると詳細画面が表示され、詳細画面でペンマークをクリックすると編集画面に移ります。このような各画面の何のボタンでどの画面に遷移するか簡単に図にしておくとアプリを作るときに迷わずできます。最後にデータベース設計ですが、これは少し長くなるため次回説明します。データベース設計をするにはデータ型の理解も必要になるので、少し丁寧に解説したいと思います。最後になりますが、アプリを作り始める前にきちんとアプリ設計をすることでアプリ作りが効率化でき、上司や同僚への説明やメンテナンスも円滑にすることができます。そのため面倒に感じるかもしれませんが、簡単なアプリ設計をしておくことをお勧めします。次回はアプリ設計の後半、データ型とデータベース設計について解説するので、ぜひ見てもらえればと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。